両辺咲きました。皆さんこんにちは。ここ栃木県では、今日3月26日ですが、もう暖かいところに置いた金両辺は咲いたりしてます。まだ早いかとは思うんですけれど、この地方ではだいたいゴールデンウィークあたりがピークになるんですけれども、蜂によってはですね、気の早い蜂もいて、今頃分蜂しちゃう蜂もいっぱいいるんでね、今頃から用意しておけばたくさんミツバチをね捕獲することができるんじゃないかなと思います。ここの蜂が分蜂して今空を舞ってます。どこに止まるでしょうか。それが心配です。前庭で待ってます。どこに止まるか。ここに集まりそうですね。ここだね。集まってきました。集まってきました。みんな集まってきました。すごいです。来ました来ました。この時期になると大体用意するのがこの巣箱です。でこの巣箱で、古い巣箱なんですけど、古い方が、効率がいいみたいです。入りやすいです。ですのでこういった古い巣箱を2段を使って、それで待ち受け箱を作ります。作るって言ってもただ重ねるだけなんですけどね。で例えばこういう古い巣枠の中のどれか良さげなのを見つけて、この古い巣枠なんですけど、ここに高さ7ミリの巣紋がついてますんで、これ使います。で中がね、これは綺麗なんですけど、中に蜜がこうびっちりこびりついてたりとか、そういったのもあるんで、取り除くようにしてください。そんなにその人間の目で見て綺麗っていうのは蜂にとっては好ましくない状況かも分かりませんので、そんなにね綺麗にする必要もないとは思うんですけれど、でこれ1段目の巣紋がついてますんで、1段目の枠にします。でこの上に、今度天井のついた枠を乗せて、それで待ち受け箱とします。これを1段目の待ち受けの1段目としようとしてるんですけども、ここに落下防止用の竹の串がついてるんですけど、1段目はあってもいいと思います。
この天井の方はない方が83は多分違和感ないんじゃないかと思いますので、この上のここには落下防止の3は入れないようにします。じゃあこれをね、天井の枠にします。さっきのと2段合わせて2段にして、待ち受け箱とします。蓋を外したらスクレーパーできれいに取ってください。これは、去年取った蜜蝋です。ここに蜜蝋を塗れば、鉢が転む環境が作られると言われてます。でちょっと火で炙ってろうがついてますから、こうやって炙ると溶けます。でちょっとこう温度が熱くなってきたら、これをちょっとこうこすりつけるようにしてください。こんな感じで塗ってください。でこちらの枠はもうきれいに落としますね。この周りはろうを塗る必要はない。あと消毒の意味も兼ねて、火を当てるのもいいと思います。焦がさない程度に当ててください。はい、ワックスが溶けます。はい、これで天井ができました。こっちの下の枠も同じようにするといいですね。この火を当てるときは絶対焦がさないようにしてくださいね。焦げた匂いが多分鉢にもなんか影響を与えるんじゃないかなと思いますので、それではこの2段を重ねて固定します。
あともう1箇所泥を塗るところはこの周りですね。この相撲の周りをローで塗ります。この板を台にします。ですからこの台にもねちょっとこうビーズワックス蜜蝋をちょっと塗った方がいいと思います。これをこんな感じでいきますから、ここら辺ちょっと塗っておきましょう。こんな感じで、一つ待ち受け箱が完成しました。簡単なものですね。待ち受け箱の置き場所なんですけども、大体私は自分の庭の中でしか捕獲してませんので、置く場所は毎年決まってます。この上ですね、ここに植木鉢を乗せる台があるんですけど、この上よく生えてるんですよね。ここ一つ置いてで、上の台と下の台はこうバラバラなんですけど、これで大丈夫です。こう重いし安定してますから固定する必要はないと思います。ここにこんな感じでそれで、金両片、こういうつぼみは全然誘引力ないですから、こう花が咲いてないとダメですよね。枠の近くに置けば大丈夫です。これで、金両片を近くに置きます。この上を置いてもいいでしょうし、一番いいのはこの門に近いところに置けば、花が近ければ大体この花に鉢の塊がこうできますから、でそこからここに伝わっていってこっちに入ってくるという感じになると思いますね。これで多分万全の体制かと思います。あと網をね張ればいいんですけど、受粉されないようにですね、蜂がこうたかって受粉しちゃうとすぐにこれ、しなびてきちゃいますのでね、香りをこう発散させなくなっちゃいますので、収穫用の網などをねこうかぶせておくといいと思います。我が家でも1箇所よく蜂さんがいらっしゃるところがここですね。こんな形でここに設置してます。こんな家の角地の軒下なんですけど、特別ですね、自然な環境の中じゃないと入居してくれないかっていうと、そんなこと全くないですね。こんな風に周りに人工物がたくさんあるようなところでも蜂は十分入居してくれます。ここも捕獲率の高い場所なんですね。ですから2箱ここに置いて、待ってます。あともう1箇所設置する場所があります。ここですね。叩きのところ、あそこで毎年捕まったりします。クーラーの室外機の隣なんですけど、全然蜂さんは気にしてないようです。そこに一つ、設置します。こん
な感じの台を置いてください。それで、その上に巣箱を置きます。こんな感じでいいかと思いますね。で、斤量片はこの横に置いてください。ここですね。でこの花にその分布した鉢たちはこう群がって塊になりますから、なるべくこの門に近いところに置いてください。そうするとここに固まった鉢がここを伝わってここに入ってきますんでね、こんな感じがいいと思います。壁との後ろはあんまり開けないようにしてください。東側に置いた待ち受け加工に、斤量片が置いてあるんですけど、そこに分蜂群の探索鉢が来ているようですので、何もせずにこのままにしておけばこの中に誘導されて、入ってくれるんじゃないかなと期待してるんですけど。こちらの切り花を置きました。そしたら突然探索鉢の大群が押し寄せてきました。こっちの巣箱にも来るかも分かりません。楽しみです。すごい量の探索鉢です。いつ来てもおかしくないという感じですね。2階の巣箱も今同じような状況です。やはり斤量片の威力はすごいものがあります。こちらの斤量片はもう古い斤量片でしなびてしまっているので、多分誘引力がなかったんだと思いますね。切り花を刺したところ、突然こんな状態です。探索鉢がいっぱい来てます。この鉢がいなくなっていなくなった時が勝負ですね。戻ってくるかどうかです。大群を引き連れて、この数十匹の蜂がさっと一時期にいなくなる時があります。それから10分後ぐらいに大群を引き連れてくるのが普通です。さっきまであれほど騒がしかった巣箱も1匹もいなくなりました。あ、2匹います。多分この状態で10分後ぐらいに大群を引き連れてくるんじゃないでしょうか。下の巣箱もほとんどいなくなりました。このまま待機します。大群が来るんじゃないかなと思ってますが、わ、すごい。ここが全部。あ、巣箱の周りに溜まり始めた。この鉢は刺さない。この鉢はね、蜂蜜いっぱい捨てるから凶暴性がない。
ごいね。去年よりも多いんじゃない？チョック。チョック。あまりびっくりしてない。違ったかな。があるんで入るように。このちっちゃいんだね、本当にね、働き蜂は。日本が空の方にもいっぱい飛んでます。すごいね。やっぱ匂いであれなんだろうね。でめでたくハチさんがご入居されました時には、次にやることはこの巣箱をどこに設置するかということを決めないといけないですね。でその日の夜はここで大丈夫です。ハチが入居してから次の明け方までには位置を決めないといけないんですね、設置場所を。朝ハチたちがこうぞろぞろ出てきて、それで、自分の位置を確認するわけですね。いつもと違う場所で、そこで記憶して飛び立っていきますから、例えばここに頭で置いておいて、で位置をどっかに移動したりすると、そのハチは帰ってこない、巣箱に戻れなくなります。ここに来ちゃいますからね。この場所に来ます。この巣のこの口をめがけて、この位置を記憶してるわけです。ですからここに来ます。巣を移動してしまえばもう巣箱には戻れないということになりますので、捕獲して、次の明け方までには位置を決めないといけないということですね。で、この箱自体は、こんな状態で、ここに装置防止の3もついてますから、これ2段目として使えますよね。で巣が大きくなってきたら、こういったように巣紋のある箱、これをこの上にどんどん重ねていって、この下に置けばいいわけですね。こうやって継ぎ足していきます。でここに巣紋ついてますけど、これはこのままでもいいと思いますし、こういうなんかちょっと冷気が入りやすいかなと思えば、ここを蓋をしちゃってもいいと思いますね。
で、まあ巣がこんな感じでまだ垂れてきたら今度枠を継ぎ足す時にはこの間で継げばいいと思います。こんな感じでね、どんどん継ぎ足していく。まあそういう簡単に、まあこういうふうに簡単に捕獲した位置でどんどんこう勝ち算を増やしていってもいいんですけど、ここはね捕獲するのにいい場所なんでいつでも開けときたいというのがありますね。うちではこういう金属の枠を溶接して土台として使ってます。すごい安定がいいですよね。ここまで足がありますから横揺れに対してすごい強いんで、あとこの幅も飛んでますから、まあ、あらゆる方向に対してすごく抵抗力があります。でこの金属で作った土台、この上にこういう枠ですね、こういったのを作ってここに固定します。こんな感じですね。で下からネジで留めます。でこの L 字アングルのこのちょっと1センチぐらいこっちが出てますから、ここにこの棚板をここにかけます。こういう形の板ですけどね。こういうのをたくさん作っておいて、で捕獲したらこれをこのままここにこう乗せちゃうわけですね。この巣箱のいいところはこれでいろんなここの掃除もできるし、まあ、これをこうやるとして、取ることもできるし、夏になったらここに網の張ったものをここにセットすることもできます。あと砂糖水とかをね給餌する時にもここが開けば簡単にここで、ね、給餌できますからね、便利です。でこの巣箱のとても面白いところですね。これをこうやって外してスマホでどうですか皆さん、やる気になりました？楽しいですよ。ミツバチを飼うっていうことは、今日本ではミツバチが激減してるんですよね。原因はよくわからないんですけど、農薬とか、そのウイルスとかいろいろあるんでしょうが、私たちがこうやって、蜂を飼ってあげるっていうのは、日本ミツバチの保護にもなるわけですからね。なぜ保護になるかっていうと、私たちがこうやって作る巣箱っていうのは安全なわけですよ。例えばここの巣の入り口にしたってちゃんと計算されて作ってますから、スズメバチそういったものが入れるスペースはないわけですよ。自然の巣っていうのは例えばスズメバチが自由に出入りできるようなそんな入り口だったりとかする場合もあるわけですが、そういった時はほとんどスズメバチに全滅させられてしまうんですよね。私たちが、安全な巣箱で日本ミツバチを飼ってあげるっていうことにいろんな意味で自然保護につながってると思いますので、これとしてねちょっとだけ蜜をいただくということなんですけれどもね、搾取してるなんて思わないでください。私たちは日本ミツバチを保護してると
胸を張って言いたいです。まあこんな簡単な装置でですね、ニホンミツバチを飼うことができるし、ニホンミツバチを捕獲するというか入居していただくこともできるわけですから、簡単です。でその時のやっぱり一番重要なことというのはこの金陵片の花ですね。まあこれなくしてはなかなか蜂さん来てくれません。ですのでただ単に箱を置いとくだけでも来る時は来てくれるんですけど、ただ効率的に金陵片があった方がやはり確率は何倍にも高まりますね。どうですか皆さん、ニホンミツバチのいる家庭楽しいじゃないですか。そして自然保護にもつながるといういいことずくめの趣味ですよ。これは本当にいいと思いますよ。皆さんまだ時間はあります。今3月26日ですから、この地域ではゴールデンウィークあたりまでピークを迎えると思います。ただ今年はね、温暖化の傾向でちょっと早まっているような気もしますけど、まだまだ時間ありますから、どうですか皆さん、トライしてください。それではご視聴ありがとうございました。